こんにちは、あおいです。今日はコメントでミートソースのレシピを教えてほしいというリクエストがありましたので、ミートソーススパゲッティを作っていきましょう。保育園管理用紙あおいの給食室、今日はミートソーススパゲッティです。保育園の給食っていうのはすごくシンプルな調味料で味付けをすることが多いです。なので今日のミートソースもね、とっても簡単に作れるので、ぜひ一緒に作ってみてください。それではまずミートソースを先にね作っていくんですけど、ミートソースは人参、玉ねぎをひき肉の中に入れます。よくお子さんでね好き嫌いがたくさんあるから、そのミートソースの中にいろんな野菜入れましょうってよく言われてると思うんですけど、私個人的な考えとしては隠すというかミートソースの味で他の野菜をごまかすっていうよりは、野菜そのもののね味を知ってもらう方がいいのかなと思います。で、今まな板の上で皮を剥いてますけど、実際保育園で調理する場合はまな板ではなくてシンクの上とか別のところで皮を剥くようにしてください。細かくね包丁でみじん切りするととっても時間がかかってしまいます。本当にたくさん野菜を切らなくてはいけないので、包丁でみじん切りするっていうことはしないんです。で、その時に何を使うかっていうと、フードプロセッサーを使うんですけれども、なんと今回はなんとってなんか言い方がちょっと通販番組っぽいんですけど、これは100均ダイソーで買ったフードプロセッサーなんですけど、こう引っ張って砕いていくんですけど、刃がねぐるぐるって回ってこれでみじん切りができるそうなんです。私もこれちょっと楽しみにしてたので早速やってきます。はい。でね、多分人参はあんまり大きすぎない方がいいと思うので、どれぐらいかな、この大きさでやってきますね。ちょっと半月の薄切り、どれぐらいかな、半分ぐらいかな。ちょっととりあえず1本やってみましょう、試しにね。で、蓋をガチャンとセットして、はい、いきます。ちょっとやってみますね。あ、ちょっと入れすぎたダメだ、やっぱりダメですね。ちょっと減らしましょう、半分。保育園でもねプロセッサー、一気にやりたいからって入れすぎてねできないことよくあるんですけど、容器の3分の1ぐらいのところまで入ってます。ちょっとね人参が大きいかもしれない。人参が大きいのかな。いちょう切りにします。なんか思ったよりこれ刃がこれ合ってるのかな、回んないんでちょっと心配になってきた。これ今すごいなんか効率悪いんですけど、いちょう切りにしてたら多分早いと思います。これね、これぐらい入れました。いきますちょっと待って、壊れそう。ちゃんとセットして、すごい見えるかな、見えますか。すごい、これ結構いいかもしれない。本当はね、ただボタンをピッて押せば自動でみじん切りができるっていうやつなんですけど、これ結構家庭用にいいかもしれないちょっと開けてみましょう、どんな感じになってるのか。お、結構これ見えるかな、かなり細かいみじん切りできてますね。すごい、これいいですね。おすすめです。これダイソーグッズなんで300円で買えます。切れたのはひとまとめにしておきましょう。お、すごい、結構細かい、かなり細かい。これ家庭用にもいいな。次は玉ねぎを切っていきます。玉ねぎもね一緒でみじん切りにしていきますよ。サイドを切り落としたら、はい、そしたら皮を剥いて、はい。で、皮がね剥けたのでこれもみじん切りにしていきましょう。目が痛い。で、半分に切ったら玉ねぎはねここの芯の部分抜いて三角に切ってここを取ります。で、先ほどのねプロセッサー入れていくんですが、今人参をカットするのに使ったんですけど、最終的に人参、玉ねぎ、ひき肉を全部一緒に炒めちゃうので、これは一回一回洗わないで少しね人参が残ってる状態で使って大丈夫です。これぐらいかな、半分、3等分のザクザクと、こんな感じかな。玉ねぎはね人参より柔らかいから砕きやすいとは思うんですけどね。玉ねぎを砕いていきましょう。人参よりも引っ張りやすい。目が痛い
ってる時も他の人が遠くで切ってるのに遠くにいる私が泣いてるっていう。玉ねぎはね結構軽いから切りやすかったです。こんな感じで、一緒に炒めちゃうので同じところに入れてしまって大丈夫です。結構な量でしたね。これかなりたっぷりな人参と玉ねぎができました。保育園の給食はこのねひき肉と同等ぐらい、それかちょっと多いぐらいですね。野菜の方が多いぐらいの量をね用意して、これを全部一緒に炒めるんですけど、これはね野菜をいっぱい取るっていう目的もありますし、あとは給食はコストをねなるべく下げなきゃいけないっていうこともあるので、その工夫の一つとしてひき肉の中に例えば豆腐を混ぜたりとか、こういう風に野菜をねたくさん使ってコストを下げるような形でも工夫をしています。フライパンに油をひいて温まったら人参と玉ねぎを炒めていきます。再生ボタンを押してなかった、ごめんなさい。最初ちょっと油入れるところが取れてなかったんですけど、油しか入ってないです。まだ油と人参と玉ねぎしか入ってないので、このフライパンにこびりついたこの野菜の、焦げまではいかないんですけど、これもねうまみなのでガリガリと取りながら炒めていきます。大量調理の時はねずっとこの同じコンロのところにいられることも少ないです。他のねこれを炒めてる間に他のことやってっていう風に同時進行で進めていかなきゃいけないので、その場合は軽くお水入れて、でこう炒め煮るっていうような感じですかね。でソテーとかね野菜ソテーとかの場合は水入れちゃうと逆に水っぽくなっちゃって美味しくなくなっちゃうので水はね入れないんですけど、こういう最終的にこうソースになるもの、こう水分多めのものは炒める時にこう水を少し入れておくと、このままね少し放置して他のことをやるっていうね時間ができるので、お水を入れて煮ることも多いです。このミートソースの一番のポイントは、今の玉ねぎと人参を炒める時にじっくり弱火で炒めることです。鍋にね少しくっついたこう野菜とかもこうガリガリと取りながらたくさん炒めることで、野菜のこう旨味とか風味がこうじわーっと出てきて、今もねすごい人参とか玉ねぎの甘い香りがすごい香ってきているんですけど、この香りがお部屋にたくさんこう広がるぐらい炒めるっていうのがすごくポイントです。保育園の給食は基本的な調味料しかほとんど使わないんですね。例えば醤油、みりん、あとお塩、砂糖、ケチャップ、ソースとか、こういう基本的なものしか使わないんですけど、それでも美味しくするコツっていうのは、こういう一つ一つのところを丁寧にやるっていうところがすごく大事なんです。この最初の量に比べるとかなり今かさ減りましたよね。だいたい最初の量の3分の1ぐらいの量になってるんですけど、それぐらいまでねたくさん炒めます。はい、ではね玉ねぎと人参が炒まったら、ここにひき肉を入れていきます。今日フライパンがかなりちっちゃいので、炒めるものとか茹でるものがちっちゃいとすっごくねやりにくくって効率悪いんですよ。このこぼれないように気をつけなきゃって言ってやるので、だから皆さんはね余裕を持った大きめの鍋とかフライパンでやってください。はい、でひき肉はね入れたらこう固まらないように切りながらっていうのかな、炒めていきます。手早く。で次にね小麦粉を入れるんですけど、その前に必ず全部にね火が確実に通るように炒めます。ひき肉も赤いところは残ってないので、この時点でしっかり炒めていきましょう。これからフライパンに小麦粉を入れてさらに炒めていくんですけど、小麦アレルギーのお子さんがいる場合は小麦粉ではなくてこちらの上新粉を使うようにしてください。これはねお米の粉なので、小麦アレルギーのお子さんでも安心して食べられます。はい、では小麦粉をねここに入れていきます。ここで小麦粉を入れる理由は、ミートソースのとろみをつけるためですね。で小麦粉はひき肉とあと人参、玉ねぎに全体に絡まるように炒めていきます。粉っぽさがなくなるまでしっかりと炒めましょう。これねもったいないからそこの部分もしっかりこそげ取りますよ。で小麦粉がねよくこう絡んでくるともっちりしたようなこう重たい感じになってくるので、それぐらいまで全体にね絡めていきます。火を弱火にしたら、お水を入れてこのね具となじませていきます。で最初はサラサラした状態なんですけど、
これが馴染んでいくと先ほどの小麦粉が水と混ざってだんだんとろみがついてきます。でこの時もね、あまり強火でグツグツやってしまうとすぐ焦げてしまうので、弱火でじっくりやるのが大事です。水と材料が馴染んできたら調味料を入れましょう。ケチャップを入れましょう。これ今、分かりやすいようにケチャップとソースと塩コショウを分けて計量しているんですけれども、保育園で調味料を計量するときは1つのボウルにまとめて入れてしまって大丈夫です。中濃ソースと、塩コショウですね。でコショウはね、あまり入れすぎると辛くなってしまうので、本当に風味付け程度に入れるぐらいで大丈夫です。でこのね、調味料入れてるこの調味料を入れてる時に焦げるの心配な方は一回火止めてしまってからでも大丈夫です。調味料が混ざったらこの後もう少し煮込んでいきます。このままだとちょっとケチャップのね、酸味が強いので、もう少し火をかけて酸味を飛ばしてまろやかな味にしていきます。パスタはこのままの長さだとお子様にとってすごく長いので、茹でる前に3等分にしていきます。その方が茹でた後にハサミでカットしたりしなくて済むので、とっても楽に茹でられます。保育園でやる場合はこういうね、袋で来ると思うんですけど、袋ごと机の角にバキッとやって2回パキパキ折って3等分にします。今日は1袋分使わなくて少量なので、出した状態で折っていきます。筒が太すぎると折れないので少量ずつ折っていきます。3等分なのでだいたいこれぐらいで飛ぶんで気をつけてください。今みたいにもうすごいなんか飛んでる音がする。でもう半分です。ちょっとね、上の方でやるとどうしても飛んじゃうので、はい。でね、パスタ3等分にするとこれぐらいの長さですね。お子様にとってね、すごく食べやすい長さなので、茹でる前にこれぐらいの長さに折ってください。はい。たっぷりのお湯を沸騰させたら、先ほど3等分に折ったパスタを入れていきましょう。3等分に折ったら結構バラバラになってつかみにくいので、トレイにね、入れた状態でパスタを入れていきましょう。はい。入れたらね、パスタがくっつかないようにお箸でほぐしながら入れていきます。マカロニとかこういう小麦粉系のものはくっついてしまうと、そこが火が通らなくなってしまうので、必ずね、この状態、この時にはくっつかないようによく箸でくっついてるところがないか探します。パスタがざるにあけ終わったんですけど、この後もう一つ大事なポイントがあります。それはパスタに油を混ぜておくことです。油を絡ませておくと麺同士がくっつかずに盛り付けがしやすくなるので、ざるにあけてからすぐにくっつく前に油を混ぜておきましょう。この油はね、分量外になります。そんなにくっつかなければいいので、そこまでいっぱい混ぜなくて大丈夫です。オイル混ぜるとこんな感じでパラパラっと麺同士がくっつかないで離れるので、すごい盛り付けしやすくなります。でパスタって大人のイメージだとこういう真っ平らなお皿に盛り付けるイメージだと思うんですけど、それだとね、なかなかうまくすくえなくって麺がこぼれ落ちてしまったりっていうこともあるので、おすすめはこういうちょっと深めのお皿に盛り付けてあげると食べやすくなります。葵の給食室。給食嬉しいな。スパゲッティミートソースの出来上がりです。それではご一緒にいただきます。美味しそう。
ちょっとソースが多めだ人参と玉ねぎの甘みと、あとケチャップをねグツグツよく煮込んだと思うんですけど、酸味を飛ばすためにそれで煮込んだので、お子様にとってねすごく食べやすいミートソースできました。で本当にすごい美味しい。で実は今日のミートソースカメラが回ってなくてこんなに作ったんですね。まだ今フライパンにもいっぱい残ってるのと、あとこんなにちょっと冷凍しようと思って2回作りました。今のね2テイク目だったんですけど、こんなにねちょっとミートソース出来上がっちゃったんで、どうしよっかなと思って、どうしよう。あ、そうだ、